こんにちは、たかしです。本日は12月3日土曜日、週末ですので、来週5日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは冷やしです。昨日の冷やしは下髭の陰線となっております。ちょっと分かりにくいんですが、ここ2日間連続陰線ですね。そして下髭を伴ってますので、反発の力もそこそこあるというところです。昨日は一度下を大きく攻めたんですが、結果的にこの黄色のボックスの中に戻されてます。実体部分がちょうど黄色のボックス加減、つまりこの過去の意識されているラインまで実体部分が戻されているということが分かります。現在はここ GMMA に反発しての上昇、今日足では上昇トレンド中ですので、それによって買ってくる勢力、そして今ここから4時間足の下落トレンドを進行しようとする勢力の2つの勢力が今拮抗しているところですね。現在はボックス加減ですので、どちらかというとここからの買いを検討したいところなんですが、今強い下落中ですので、買いを検討する場合も根拠を持ってエントリーしていく必要があります。今日足のこの上昇トレンドを崩せるかどうかというところに来てますので、それが崩れる方向に動くと大きくまた下落してくるでしょうけれども、まずはこの最安値ですね、この直近の4時間足のトレンドの安値の163円付近、ここを下抜けられるかというところがポイントです。現在インジケーターは安値圏からゴールデンクロスしてきてます。ストキャスティクスゴールデンクロス、マックディは方向感がありませんが、今は下を向いておりますので、今ここからもう一段下げるのか、それともストキャスティクスに従って反発上昇していくのかというところです。過去のこのゴールデンクロス、ここですね、あとここを見てますと、ここはここの強い上昇ですね。そしてここっていうのもこの上昇になっておりますので、一旦は上昇方向に向かうとは考えます。ただその上昇がどこまで続くのかというところですね。まずこのボックスの上限を上抜けてくれば、ここから日足の上昇トレンドに戻っていくと考えますが、今のところどちらとも言い難いところにありますので、今はこの方向感が出るまでは下がったら買い、上がったら売りっていうのをやっていくのがいいと思いますが、日足ではストキャスティクスがゴールデンクロスしてきているので、上昇する可能性が高くなってきてます。では4時間足です。4時間足はこの安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントのここ 38.2% というところが一度意識されて上昇してきて、再度またそこを目指そうと今下がってきてます。ほぼほぼこの上昇に対して全戻しになってきてますが、ここのところだいぶ値動きが荒いですよね。ボラが高くなってきてます。ここでのこのじりじりとした上昇に比べて、ここでの上昇下落っていうボラがだいぶ高くなってきてますので、しっかり引き付けてトレードしないと大きく逆方向に動くっていうこともありますので、難しい相場にはなってきてます。ただ4時間足の GMMA に沿っては綺麗に下落してきているんですよね。今までこの4時間足の GMMA、 この青帯に沿って上昇してきてました。そしてここでそれを下抜けて、一旦ここでレジスタンスされているんですね。こんな感じです。GMMA の青帯に沿って上昇、そして GMMA を下抜け、ここで一旦頭を抑えられて、そこからは4時間足の GMMA に沿って下落してきてます。若干上抜けもしているので、やりにくい相場ではあるんですが、基本的には4時間足の GMMA がかなり意識されているのがわかります。そして昨日もここ GMMA まで上昇してきて、そこからの下落になってます。まだここから下落していくかどうかっていうのはわかりませんけれども、ここが意識されているのがわかりますね。ですので今はこの上限が4時間足の GMMA、 そして下限が昨日の安値ぐらい、ここがまた意識されてくるゾーンになってきますので、163円後半から164円ぐらいというところがまた意識されてくる。ですので一旦週明けはこの金曜日の高値安値っていうところを意識してトレードしていくのがいいのかなと考えます。ただ結構な値幅がありまして、今はその真ん中付近、ただこのボックス下限付近で日足のストキャスティクスがゴールデンクロスしているので、一度上を目指すのかというところですね。それでも日足自体は陰線でしたので、もう一度下を模索する可能性も考えておきたいですね。下がってくればこの辺付近でまた再び下げ止まりを待ってからのロングエントリーを検討、そして上がってくれば GMMA 付近、今ですとこの紫のラインが引いてます。これが昨日の高値に引いたものなんですが、166円付近になればここでの上げ止まりを待ってからのショートエントリーを検討というところですね。現在は4時間足もストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロスしてきてます。ただこの下げ方があまり綺麗じゃなかったので、ここからどれくらい反発するのかっていうのはわからないんですが、日足のストキャスティクスも上を向いてきてますので、一旦上昇しそうな雰囲気にも見えますね。それからもう少し4時間足を俯瞰してみておきましょう。
先ほどこのフィボナッチリトレースメントの 38.2% のこのオレンジのライン、ここが 163.153 というところですが、過去に一度タッチして上昇、そして今ほぼ全戻しになってきていて、 GMMA に上値を抑えられて下落中ですので、この間もお話ししましたが、次 38.2% をもう一度目指すようなことがあれば、ここは下抜ける可能性ですね。ここを下抜けてくると、この半値戻しのこの辺160円ぐらいを目指してくると考えます。ここが日足の目線切り替えポイントですので、次目指すターゲットは160円というところで、下落してきた場合は一旦金曜日の安値、それからこのフィボナッチライン、それから160円ぐらいのところをターゲットに見ていくのがいいのかなと考えてます。現在はここの白のゾーンがまず引っかかってきますので、この白のゾーンで昨日も反発してますが、ここ付近で再びどうなるのか、ここを下抜けると一旦ここまで下がってくるとは思いますが、163円前後というところを下抜けてくると、次は160円ぐらいまで下げてくる可能性も考えておきたいですね。逆に上昇する場合のイメージですけれども、まずは4時間足のこの GMMA に上値を抑えられている、これをなんとかしないといけませんので、一旦 GMMA を上抜けるような強い上昇があれば、そこからの戻しを待ってからの上昇を検討していくのがいいと思います。今4時間足の GMMA はこういった感じでレンジみたいに方向感なく動いているんですよね。なので上抜け下抜けっていうのもしやすくはなってきてますので、一旦上抜けて、そして GMMA の上でサポートされるようなことがあれば、そこからのロングエントリーは検討できそうです。では1時間足です。先ほど紫の点線を4時間足だここに引いていたんですが、間違っていたので今引き直しました。1時間足の目線切り替えポイントはここですね。167.3 付近というところです。ここを上抜けてくると1時間足の目線は上ですが、現在は1時間足も4時間足も目線は下になっております。1時間足のストキャスティクスとこのチャートの動きが連動してますよね。この上昇からの下落っていうのはちょうどこの上昇からの下落と一致してますので、次また上昇してきたところ、ストキャスティクスが高値圏に入ってくれば、そこは売りやすいポイントとなってきそうです。現在はこの白の平行チャンネルを描いてます。上抜け下抜けもしているのでざっくりとですが、この辺付近に来れば、こういった上限下限付近に来れば意識されるんだろうなというところ、それとストキャスティクスの動きなどを見ながらエントリーしていくのがいいのかなと考えます。週明けはまずこの金曜日の高値安値を意識してトレードしていくのが良さそう。そしてこの平行チャンネルのこのセンターラインですけれども、なんとなく意識されている感じですので、今センターライン付近で反発もしてきてますので、もしこの平行チャンネルの上限付近で動くようなことがあれば、一旦この1時間足のトレンドが変わっていく方向に、つまり上昇方向に動く可能性を考えておきたいですね。ただ今この平行チャンネルの上限は4時間足の GMMA がありますので、上値は重くなってくると思います。ここを上抜けるためにはやはりそれなりの強い上昇が必要になってきますので、週明けここから強く上昇してくれば、この1時間足の下落トレンドを崩していく方向に動くと考えますし、またこのセンターラインを週明け下抜けてくるようですと、もう一段下、再度下を攻める可能性を考えておきたい。ただ再度下を攻めても、今日足ではこの辺全部ヒゲになっているところですので、急反発で戻すようなことがあれば、そこからは大きめの上昇に入る可能性も考えておきたいので、この辺は今のところ強く反発してますので、163円後半から164円というところでの強めの反発には注意をしながら、ショートエントリーっていうのはしていく必要があるかもしれません。ただ今は平行チャンネルの真ん中付近、そして金曜日の高値安値の真ん中付近ですので、まずはどちらか一歩に近づいてくるのを待ってから、そこからの検討でもいいのかなとは思います。今日足では反発しそうな雰囲気も感じるんですが、基本的には4時間も1時間足も下落トレンド中ですので、その辺を考慮して目線が一方向だけに偏らないようにしておくのがいいと思います。それでは本日は以上です。今週もトレードお疲れ様でした。この動画が良かったよって方は高評価と忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。今週分は本日の夕方に更新する予定です。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしております。過去動画を見るだけでも元は取れますので一度お試しください。それからもう少しトレードスキルを向上させたい方はポストプライムでプライム投稿というのもしております。こちらは2週間の無料期間がありますので、これも過去投稿をすべて見ていただけます。2週間以内にやめれば無料のまま有料投稿を見られますので、一度お試しいただいて自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。
トレードに根拠が欲しい方、もしくはなかなか勝てないなという方は、YouTube のメンバーシップやポストプライムのプライム投稿を一度お試しください。詳細は概要欄をご覧ください。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されませんので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。